人間たまに頭がおかしくなります。では頭がおかしくなるとどうなるのか。その一つの答えとして完成したハンバーガーに大量のチーズをかけるということがあるのかもしれません。東京ドーム何個分っていうドーム単位当たり前のように言ってるけど全然意味わからんからやめれる。どうもドームに行ったことないわけです。今回はね3鉄ぐらいした後に適当に思いついたような料理作ります。牛すね肉を適当な大きさに切って塩コショウ、そこにガーリックパウダー、あとはよく揉み込んでいきます。揉み込み終わったらしばらく冷蔵庫で放置、出番まで待ってもらいます。今回はねハンバーガーなんでバンズも必要となります。強力粉、砂糖、ドライイースト、塩、牛乳ですね。これをまずは適当に入れていきます。そういえば私事なんですが、実は SNS やってるんですよね。インスタと Twitter、X か。なので見つけたらフォローしてみてください。ただし投稿はまだ何もしてません。しかしSNS のフォローを外した問題怖いですよね。軽い気持ちで外しても相手にとっては結構大事なことだったりするんで、距離感が SNS って難しいなって思います。もっぱら読み線なのでリプとかしたことないですね。15分のベンチタイムを置いたものを潰してまた丸め直します。ガス抜きですね。今回はバンズなので特に大きな気泡とかは必要ないです。均等な気泡の方がいいのでちゃんと潰して気泡を均一にするのが大事。平べったい形にしたら水をちょっと巻いて二次発酵、30度で40分置きました。さらに表面に溶き卵を塗ります。で消しの実ですね。これ合法です。七味唐辛子に消しの実入ってるのちょっとびっくりですよね。200度で予熱したオーブンで17分。途中前後1回ひっくり返しております。綺麗に焼けました。なかなか大きめのサイズのバンズですね。では次、最後にかけるチーズソース作り。ナチョスの時にも作ったんですけど、あれは生クリームで作りました。今回は牛乳で作っていきます。あとチェダーチーズとバターですね。弱火で火を入れるのはもちろんなんですけど、牛乳で作る場合は結構分離します。それととろけるチーズも入れてます。こうやってどんどん分離していってしまうので、一体化させるために小麦粉を入れていきましょう。そうするとこういう綺麗なチーズソースになります。牛乳、小麦粉、チーズ、カロリーの化けですね。バターも入ってますし。今回はハンバーガーにかけるんですけど、フライドポテトやポテトチップスにかけても美味。じゃがいもはね、漏れなくすべてサラダなので、チーズドレッシングみたいな、そんな風に使っていただくのもありです。あとチーズの分量ですね。今回結構サラサラにしたかったので、そんなに入れてないです。ではハンバーガーのパティを作っていきましょう。今日も今日とてうるさいミンサー、粗めにミンチにしていきます。このね、出来たてのミンチがね、本当に味が良くて、もちろん市販のも美味しいんですけど、自分でやるとどこの部位使ってるかわかるので、どういった構成にするかっていう計画をとても立てやすくて良いと思います。とはいえ、自分以外でミンサー家に持ってるやつ見たらちょっと引きますけどね。正直こだわりがキモい。塩味はもうついているので軽く握ってまとめたらそれで終わり。あとはフライパンなどで潰していきます。よくよく考えたらここでトルティーヤメーカー使うのもありでしたね。軽くまとめて潰す。これが本場流です。この方が肉っぽい感じが残ってまるでステーキを食べてるようなそんな感じになります。じゃあステーキ挟めよっていう話ですよね。そういうのやめれる？最後の一枚を潰しました。計4枚ですね。なかなかごっついよ。次は野菜のカット。まずはニンニク。これは仕上げに使います。たっぷりかけたチーズソースの上に揚げたニンニクっていう寸法ですね。次、玉ねぎです。今回の玉ねぎはフライパンの中で肉汁を吸わせるような感じでいきます。では、ニンニクをさっと揚げていきましょう。まずはサラダ油。火を弱めてニンニクを入れて揚がるのを待ちます。いい匂い。ニンニクが上がってる時の匂い、ほんと幸せですよね。私の脳みその報酬系をガンガン刺激していきます。いい感じのフォックスカラーになったら引き上げましょう。ニンニクトッピングはこれで完成。次はいよいよパティを焼いていきます。使うのはさっきのニンニク油。肉にもニンニクの香りをつけていきます。よく使い込んだ鉄板とかあればいいんですけどね。そんなものはないので、スキレットで押し付けながらしっかりと焼いていきます。よく焼きがいいですね、やっぱり。使い込みが足らないので、あまり綺麗に剥がれてくれません。最近トルティーヤしか焼いてなかったんで、油なじみが悪いですね。結構薄めに伸ばしてるんで、すぐ火は通ると思います。問題は焼き色ですね。今思うともっと焼いてよかったですね。ほんと全面が抹茶茶になるぐらいやっちゃってもよかったです。もしくは直火のパターンですかね。ガス火でも炭火でもいいんですけど、直火も美味しいですからね。どっちがいいんやろうか。うまそう。
ハンバーガーの起源にはいくつかの説があって完全に一つには断定できない状態です。ただ一番有力とされているのはハンバーガーのルーツはハンブルク風ステーキ説。19世紀頃のドイツの港町ハンブルクでは牛肉をひき肉にして成形して焼いたハンブルクステーキが値段も安くて栄養価も高いっていうことで労働者が好んで食べてました。で、これが移民によってアメリカに渡ります。で、20世紀初頭アメリカで焼いたハンブルクステーキをパンに挟んで提供することで携帯性速さが向上し今日のハンバーガーの原型が生まれたっていう説ですね。諸説あります。ではハンバーガーのソース、マヨネーズ、トマトケチャップ、マスタード、パプリカパウダーですね。これをよく混ぜます。シンプルで何でも合いますね。ビッグマック系のソースです。玉ねぎも同時にしっかりと焼いていきましょう。今回は形を残したまま焼くパターンですけど、最近なんか飴色玉ねぎを乗せたようなハンバーガーありますよね。いわゆるファストフードじゃないんですけど、ちゃんとしたハンバーガー屋さんだと最近そういった玉ねぎを使うこともよくありますね。ラーメンの進化って結構すごいと思うんですけど、ハンバーガーの進化もそれに劣らないと思いますね。安っぽくて下劣な食べ物、そんなイメージはもうないんじゃないでしょうか。ではバンズに挟んでいきましょう。まずは2つに切ります。焼こうかなと思ったんですけど、逆に肉汁染み込ました方がうまいんちゃうかと思ってやめました。パティ4つをドーンと乗せて玉ねぎとピクルス、これで完成。これを半分に切るからね、ちょっともったいない感じするけど、絶対このまま食べた方がええやろ。今見てもそう思う。割ってみるとこんな感じ。結構でかいですね。それでは熱々にしたスキレットにカットしたハンバーガー、そしてここでいよいよチーズソースを流し込んでいく。絶対頭おかしい。いらんことしてる気がする。チーズを注ぎ終わったらニンニク。うまそうやろ。頭悪そうで美味しそうなチーズバーガー。いただきます。これはもう掴んで食べれないんで、フォークとナイフで食べるしかないですね。きたね。作り上どうしてもね食べ方汚くなってしまうんで、そこはご容赦ください。ソースを垂らして食べるとなおのことうまい。やっぱりねチーズって偉大なんですよ。頭がバカになる。バカしか食べんやろこれ。めちゃくちゃ見栄え悪いけど美味しいです。チーズ美味しい。そうだ、いっぱいかければいいやろっていうバカの発想。コーラと一緒に食べればもう天国です。健康面でも天国に近づけること間違いなし。フォークとナイフで食べるのちょっと違和感あるんですけど、向こうだと一定数いるみたいですね。美味しかったけど罪悪感がすごい。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。ではまた。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。やっぱり普通に食べな。